水槽セカンド EP モノクローム全曲解説セルフライナーノーツ、水槽として2枚目となる EP、CD ですね、発売させていただくことになりました。2024年12月4日、前回のランタノイド EP からちょうど半年くらいかな。今回も前回と同じような半分盤面が見えるデザインにしていただきまして、こう部屋に並べてね、シリーズ的に飾っていただけますととてもいい感じになっております。あともう一種類ジャケットがあって、通常版がその盤面が見えるデザインなんですけど、期間生産限定版の CD がブリーチの絵柄のデザインでして、こちら作画がアニメのキャラクターデザインを担当されている工藤正史さん。いやー本当にありがたいですね。これは結構リクエストとかも僭越ながら出させていただきまして、どうしてもウリュウを入れていただきたいという自分の強い希望を叶えてもらった形ですね。まあその辺にも絡んでくるので、早速本編行こうかなと思います。1曲目モノクロームという曲なんですが、なんといってもテレビアニメブリーチ千年決戦編総国誕のエンディングテーマとして書いた曲です。いくつかインタビューで話した内容もあるんですが、まず何曲か作ったんですね。ブリーチのためにだいたい8曲をまず制作して、その中から3曲を提出して、その中から1曲選んでいただいたんですが、自分が春にね、ランタノイドという楽曲で1回アニメタイアップを先に経験させていただいたんですが、制作自体はモノクロームの方が先だったので、アニメのテーマソングの尺が89秒という指定があって、これはもうどちらにも1秒もずらせないので、89秒ぴったしで曲を作るなんてことはやったことがなくてですね、もちろんそこの練習から始めたかな。すごいそこがまず大変で不慣れで、かつアニメの曲ということで、皆さんね、こんなライナーノーツまで聴いてくださってる方でしたらご存知の通り、水槽の曲は決してアニソンの王道っぽさはないですから、まずそこをね、分かりやすくサビを作るということ、音で少年漫画っぽさを出すとか、もういろいろ勉強してやってみての繰り返しだったんですが、モノクロームはデモ4番、鮮明に覚えてるな。1,2,3 曲書いて、ちょっとなんでしょうね、手詰まりになっちゃって、一回水槽が好きな曲ちょっとすいません書きますっていう感じで書いたのがモノクロームでした。好きなように書いたんですよね。変拍子と BPM が変わったりとか、転調もめちゃくちゃしますし、ラップも詰め込んでますし、息抜きじゃないですけど、もちろん全部本気では書いてるんだけど、一回不慣れなことをいっぱいやったので、水槽らしさを前面に出した曲もこの辺で作ろうと思って作った曲がモノクロームでした。こういう風に喋ってるとね、デモの1番から3番の曲とか、5番から8番の曲とかはアニメっぽい曲を書いたのかっていう話なんですけど、決してそういうことはなかったです。後で聞いたら、その時はめちゃくちゃ自分ではこれぞアニソンでしょ、アニソンと直球ソングができたと思って、だからね、3曲提出したって言ったじゃないですか。で1曲がモノクロームで、もう1曲が自分の中ではものすごくアニソンっぽいと思った曲で、もう1曲がバラードですだったんですが、その自分の中でアニソンっぽいと思った曲、これデモ2番なんですけど、が全くもって今聴いたらもうめちゃくちゃ折れたなサビでいきなりというか、サビどこみたいな、まず当時はもうこれぞ王道アニソンでしょと思って書いたんですけど、
今冷静になって聞くとサビがどこかあんま分かんないんですよね。展開が多すぎてこんなのが王道なわけないだろうって今なら分かるんだけど、それともう一曲はしんみりした感じのしっとりギターのバラードを書きまして、とモノクロームだからものすごく苦労して曲が生まれたかというよりは、結果としてモノクロームという曲を書くにあたって何かものすごく大変なことがあったとかはないんですが、このプリーチに曲を書くこと、それ自体、その大きなイベントに対してはものすごいスタミナを使ったというか HP を消費して頑張りましたね。まず B メロの転調、変拍子、 BPM が下がる、遅くなるというところの演出なんですけど、ここは普段から吹奏を聴いてる人からしたら、吹奏がまたやってんなっていう吹奏の楽曲において転調も変拍子も BPM が変わるのも日常茶飯事ですから。ただJ-POP の基準で言うとそうではないんですが、これをうまいことアニメのスタッフさんがね、エンディングテーマの映像をつけていただいたんですけど、死神側からクインシー側に映像が変わるっていう演出を入れていただいて、それ見てずっと不安だったんですよ、正直。まずモノクロームが選ばれるとは思ってなかったのでびっくりしたし、それで仕上げて提出してからも本当にこれありえないぐらい批判されるんじゃないか信じられないぐらい批判されるんじゃないかとかも思ったし、なんだこの音楽がって言われるんじゃないかとかも思ってたんですけど、アニメとのその映像がつくことによって音楽側に意味を付与していただくことができるんだなという初めての経験。自分が今まで出した楽曲の MV はほとんど自分でプロデュースしてるんですけど、それとは全然違うじゃないですか。曲も映像も自分がプロデュースするのはシナジーが生まれて当たり前だとは思うんですけど、全く違った角度から新しい意味を授けていただけるというかね、新鮮でしたね、この感覚は。ランタノイドの時は割と、ランタノイドという曲がずっとBPM も変わらない、速さも変わらず転調もないから映像も美しい映像をつけていただいたんですけど、今回はこういうトリッキーな展開に対してアニメ側から違った意味合いをつけていただける新鮮な経験ができました。双黒炭というセクションが石田瓜生にスポットライトが当たりがちなお話が多いので、瓜生をテーマに曲を作っていきました。サウンドというよりは主に歌詞かな。モノクロームで言いたかったことは、いくつか曲ごとにいろんなことをやったんですよね。でも2番だったら瓜生の決意を書こうとか、あともう1曲提出したでも7番だったら瓜生が夜中に一人で下向いて考えてそうなことを書こうとかで、この4番が諦めること、ポジティブに諦めることってすごく重要だと思うんですよね。例えばですけど、自分はあるタイミングで自分が天才じゃないなと気づいてしまったことがあって、それまではワンチャン自分には計り知れない強大な得体の知れない才能があるんじゃないかと思ってた、信じてたんですけど、そんなものはないわけです。そんなものはないなと分かってしまった。言い方を変えれば、天才であることを諦めた、天才は諦めたっていうエッセイありましたよね、山ちゃんの。でもそれは決してネガティブな意味合いを持っている感情ではないと思うんですよね、必ずしも。だからこそ努力する覚悟が決まったとも言えるんですよ、自分の場合ね。なんでしょう、それまでの自分はきっと選ばれし才能があるんだから努力をするなんてかっこ悪い解釈違いだと思っていた節があって、自分に対してね。ただそこを諦めることによって冷静になるというかね、ある種。でもかといってもう自分は何の才能もない終わりの人間だとかは思わない
ことができるんです。謎の才能を信じることをやめたからこそ、自分が本当に持っているものをきちんと見ることができる。そういう諦めの先にある一種の達観について、でそういうものをウリルからも感じたんですよね、勝手ながら。そこを書きたいなと思って、ジャケットに書いていただいたように、イチゴとウリルが向き合って立っているこの対比、あともう一組双国体においてすごく重要なエピソードが出てくるんですよね。バズビーとユーゴー、この二人も特にというか、バズが自分の力量、自分とはどこまでの力があってどういう才能がある人間なのかっていうのを嫌でも自分で考えさせられるタイミングがあるんですね、バズには。それを乗り越えた人にしか見えない景色が絶対にあって、でも乗り越えたからといって全て割り切れたわけじゃない。それでも諦めたからといって天才を見たら眩しく思う、羨ましく思う、時には妬ましく思う。もちろんそう。でもそれを全部抱えて生きていくことを決めた人の話、そういう曲を書きたいというので、達観と決意をこう往復するような歌詞になりましたね、結果的に。ギターに清水優とベースに奥田和馬が入ってくれておりまして、この2人はね、もう割と吹奏のスタメンといいますか、2人とももう 3,4 曲くらい以上はやってくれてて、ほとんど自分が何か指定とか指示とかを出さなくても、はいはい吹奏のこれね、はいはいって感じで入れてくれるんで、吹奏のこれね、はいはいが暴れっぷりっていうのが激アツですよねギターも聴きどころがいっぱいあるし、ベースもデータもらってから、ここ聴かさなきゃって思って、そのオケをベース以外全部オフにした瞬間がいくつかあって、セッションしてる感覚ですよね。レックはリモート、ほとんどリモートなんですけど、もらったものを受けて自分の編曲を変えることがよくあります。ここのベース聴かせたいからピアノは消そうとか。モノクロームはそうやって楽器隊のお二人からもらったエッセンスを十分すぎるほどに活かしてできていて、ミックスの時彩香さん、今回4曲とも時彩香さんなんですが、モノクロームサビでさ、ビートが半分になる、そこまではドン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 って来てたのが、こうドンタントントントンってなるんですよね。自分は絶賛そのリリース前ね、めちゃくちゃ不安になってた時期で、この曲本当に大丈夫かみたいな自分はかっこいいと思って作ったけど本当に大丈夫かってずっと言ってたんですけど、いや本当に私は好きだよ、面白いねって言ってくださって、トキさんはミックスエンジニアの枠を超えていろんなことを相談させていただいてるんで、そう言ってもらって心強かったな。で実際、どんな評価が来てるのか見えるとこしか分かんないからあれですけど、おおむねブリーチに合ってるねとか、この転調するところが面白いとか好意的なことを言ってくださってる方が多くて、めちゃくちゃ安心しました。 MV をですね、初めて、吹奏のキャリア史上初めて外注、もちろんそのイラストとかアニメは毎回クリエイターさんに外注してるんですが、コンセプトからプロダクションから外注をしたのは初めてですね。というのも本当モノクロームにどんな映像をつければいいのか全く浮かばなかったんですよね。いつもは映像込みでストーリー込みで曲を書くんだけど、ブリーチのために書いたから、ブリーチ以外の映像は一切もう浮かばない、アイデアもないっていう状況で、まず監督に角谷明さん、ロゴデザイン清水さん、プロデューサーに岸本さん、アニメーションに芦屋浩平さん入っていただきまして、ブリーチを感じさせるがブリーチではないどこかの世界線という指定をさせていただき、ミーティングとかにはね吹奏も参加させてもらったんですが、こっちも初体験でしたね。自分が軸じゃない、クリエイティブの軸が自分じゃなくて全てをお任せするっていうのは初新鮮な体験でした。これも楽しかったな。すごく新しいことやってみるっていうのは基本的にやっぱ楽しいことですよね。出来上がった作品はブリーチではない世界の
モノクロームの話。こうやってクリエイティブでね、自分一人で作らずに他の方々に助けていただくというのも一つ手段としてあるんだなっていう、自分の視界が広がる感覚がいたしました。2曲目、許されないで。何をやりたかったのかというと、ランタノイド EP でもそうだったんですが、1曲目と真反対のことを書こうというのがまずあって、なのでモノクロームで伝えたこと、込めたメッセージの真逆、モノクロームで起きたことと真逆のことが起きる曲を書きたいと思って、許されないでは、モノクロームが2つのものが無理に1つになろうとせずに2つのまま存在していくことについての曲なんですけど、許されないでは2つのものが無理に1つになろうとして2つですらいられなくなる曲とでも言いましょうか。無理に1つになろうとする、無理に混ざろうとするかどうかというのが結構人間2人が関わる上で重要なポイントだなと思ってて、モノクロームという曲は混ざれないことを諦めて、人間は混ざれないものである、こんなにも違うんだからっていうので諦めて2つのまま生きていく決意を歌ったつもりなんですね。許されないではその逆で、こんなにも違うから、こんなにも違うのに一つになろうと無理をして形を変えようとして結局一つにもなれずに二つですら存在できなくなる明確なバッドエンドを描きたかったで、この曲の場合は制作の順序としては久しぶりに自己女系のスタイルをとってまして、まず物語があってそこに曲をつける、主人公がいて物語があって脚本があって構想があって、そこに音楽をつけていくスタイルで制作しまして、キャラクターデザインが C なんですけど、この主人公2人ユウと恋という名前なんですが、発想は何かよからぬ恋愛感情、何らかの愛憎でもいいですけど、そういう感情を描こうとするとどうしてもどうせ自分の中でこういうテーマで曲を書いてこういう物語でっていう構想が始まった段階でもう少年2人がいたんですよね、頭の中に。このライナーノーツの公開は許されないというのは MV より前だと思うのでちょっとあんまり喋んないでおこうと思うんですが、とにかくユウと恋という2人の男の子がいて、一つになろうとして二つですらいられなくなった物語を MV にしておりますして、今回結構ね MV が重要かつちょっとした演出も用意しておりますので、そちらをお楽しみにという感じで音楽の話もしていきたいんですが、完全にハウス、ずっと一定のリズムを刻み続けるキックがあって、少しずつ楽曲が展開する、広くなったり狭くなったりする。でも基本は穏やかな、なんつうんでしょうね、あまり波の立ってない水面みたいな曲にしたくて、インストだけ聴いたら爽やかでなんだか落ち着くなみたいなそこに歌詞が載ってどうしたのっていう雰囲気が出るようにしたくてですね、こう曲のまとってる陰鬱さ、暗さ的には早く夜へとかカーペラ第4とかなんかそういう感じとちょっと通ずるとは思うんですが、使ってるコードが明るいんですよね。今言ったような曲たちに比べて割と爽やかな印象を与えるコードを使ってゆったりとした、どちらかといえばリラキシブルなあまり展開のないトラックにどぎついネオンカラーの歌詞が乗るみたいなイメージで作っておりました。なんかやりたいことがめちゃくちゃはっきりあったからスルスル書けたんですよね。この曲はメッセージも元からあったし、モノクロームと逆のことを書こうで、脚本バーッと頭の中で物語を組み立てて、音楽的にもインストで聴いたら爽やかで歌詞聴いたらどうしたのってなる曲にしようとか、こういう風になんかやりたいことがバーッと頭の中に浮かんでくると
ノンストップでこう完成まで作ることが基本はできるかな。そういうビジョンが後からついてくる曲は難産であることが多い。そう楽曲的にも構造的にもモノクロームとは対極の存在で、転調もない変拍子もないの中で一つフックというか異分子グルーブをこうグッと前に引っ張っていく異分子があってほしいなとトラックの中にね思ってベースを生にしました。これベース打ち込みでも多分良かった、それはそれっていうトラックにはなったと思うんだが、こうかっちりした音の中に自由に泳いでいく異分子がいてくれることでフックが増やせる。何かこうさらっと聞く中にもなんか気になる、もう一回聞こうっていう取っかかりが増やしていけるかなと思って、そんな器用なベーシスト、田中雄大ユバネスというバンドからベーシスト田中雄大を召喚しまして、器用に綺麗に異分子になれる演奏ですよね。で今回ギターをね自分で弾いております。新しく買ったフェンダーのアコースタソニックで弾いてるんですけど、これもこうどちらかといえばシンセっぽい扱い。水槽が自分でギターを弾くときってギターに対してギターらしい振る舞いを求めてないとかできないですからね、そもそも。でギタリストを呼ぶんだったらちゃんと目立っていただきたいから、目立たないギターは自分で弾こうというのが割とポリシーなんですけど、前自分で弾いたのがコントロール Z も弾いてるけど夜天開口ですね。あの曲も別にギターいるなって思わないでしょ。実は結構入ってるんですけど、そのシンセっぽくあしらうギターは自分で弾くことが多く、今回も割とリフもねキメラみたいにちょっとずつ弾いてやってるんで全然上手じゃないんですけど一応弾いてますということで、そんなところに心強いベーシストがおりまして安心して世に出せます。許されないで、これは久々にこういうの書いたなと思って、歌詞もきっしょいですからねこれ意図的に気色くしてはいるんですが、サビのこの髪にも爪にも頬にも二度とは触れさせないから2番ちょっと違うんですけどねという歌詞があって、髪爪頬特別な関係の人だけが触れる部位というのを3つ出そうと思って考える中で最初歯にしてたのね。髪爪歯でデモを作ってたんだけどキモすぎるかなと思ってやめました意図的にキモくするにも限度があるかなと思って、仮にも CD として全国に流通しますからちょっと歯はやめとこうという自分の中の自制心で歯はボツになりました。3曲目報酬系フィーチャリングリルブッシュラムコ。これはもう作ってる時ずっと楽しかった。やっぱね曲をいっぱい作らせていただいてますと、もちろん曲を作るのはすごく楽しい、曲ができたら嬉しいんですが、根源的なワクワク初期衝動みたいなものはそりゃずっと持ってはいられないわけですよ。そんな中でね久々にこう早く続き作りたい、次どうしよう、次何しようかなっていうのをこう次々まだなんかできることないかなとか考えてトラックを作っていく感覚が結構久しぶりだったというか、楽しすぎて手が止まらなくて知らない間に涙出るみたいなちょっと精神的に参ってるのかもしれないんだけど音楽ってこうだったなって思えてすごいいい制作でした。フィーチャリングにねリルベッシュラムコというアーティストを呼んでおります。今年の5月に初めてラムコくんのライブを見る機会があって、ゴールドディスクの周年かな。そう自分が最近出演させていただいてるイベントでねゴールドディスクという大きめのゼロ東京新宿歌舞伎町でやってるイベントがあるんですけど、そこのねパンパンのお客さんの前でライブするラムコくんを初めて見たんですけど、それまでもちろん音源は聞いてたんですけど、もうお客さんが大興奮してるのね。まず大熱狂、ラムコはまだかみたいなで彼が出てきてパフォーマンス始めて、自分の中のライブ感が変わっちゃったな。自分も最近ねライブをたくさんさせていただく機会があるんですが、ラムコくんみたいなライブはもう絶対にできない。自分はさっき言ったようなモノクロームの時に話したような諦め
前向きな諦めものすごく感じた。それを見て自分はシンガーを肩書きの頭につけている身として、歌を上手に歌うこと、思いを込めて歌うこと、ライブに来てよかったなと思えるような歌を歌うことを前提にポリシーにしているわけですが、彼のライブは歌がどうとかラップがどうとかじゃないかった。それもあるのかもしれないが、それよりも全然前に、なんと言えばいいのか、そのライブで発光してた、光ってた叫んでるんですよ、ずっと。 MC も歌もその光に当てられて、観客もわーってボルテージが上がって、そのこうする感じ、インタラクティブなんですよね、観客とステージの上が。ショーじゃない、これがライブかって思った、本当に。でそれを見て初めて多分自分の中でライブで歌うための曲が作りたいという意識が生まれたのかもしれない。ほいでコラボをお誘いして受けていただいて、一回お話をしたんですよね、2人で。その時にラムコくんがお酒飲みながら喋ってたんですけど、ここで叫んだらダメじゃないですかって。そりゃそうですよね、居酒屋で叫んだらダメなんですけどここで叫んだらやばいけど、ステージだったら叫んでいいから、だからライブが本当に好きだって言ってて、自分の中になさすぎて、その考え方が。今までずっと部屋にこもって一人で音源前提で、てか音源を発表することがゴールだったんです、ずっと今まで。そうじゃないところにゴールを設定してみたんです、今回初めて。あ、そうだな、確かにステージだったら叫んでも怒られないのすごいなって思って、報酬系はね、だから他にもいろんな思い込めてますけど、サビの叫んだら怒られて終わるから、ここで歌ってるんだよ、この歌詞って多分音源前提だったら絶対出てきてない。ここで歌ってるの、ここってステージのことじゃないですか。だからあの曲はステージで歌うためにあるんですよ。そういう発想がそもそも自分の中になかった今までからね。今年は結構音楽に対する向き合い方がアップデートされた年だったなとしみじみ思います。ラムコ君のバースもその時実際にね、話し合った時に出た話題を組み込んでくれてて、自分の歌詞にも結構入れてるんですけど、あんまない感じの歌詞書きましたね。トラック作るのはさっき言った通りめちゃくちゃ楽しかったんですが、で歌詞もこう歌で喋るしかないんですよなんかね、音楽を続けるごとに SNS で喋ったり飲み会で喋ったりするなら歌で喋ろうって思う、すごく曲で喋ろうって、音で喋ろう、歌詞で喋ろう、その純度の高い体現ができたような曲になったなと思っておりますね。で MV の話したいんだけど、公開がちょっと先なんでね、あれですけど、ディレクターにレイ倉島、タイポグラフィーにつぐつぐ、デザイナーにストロボくん入ってもらってまして、3人体制のチームになってます。で音に関しては結構ラムコくんっぽさ、ラムコの曲をぜひ聴いてほしいんですが、ハイパーポップと俗に言われる文脈の音を使ってみたりもしつつ、それっぽい動きを水槽なりにねしてみたりもしつつも、でそれを真似しただけじゃ絶対つまんないから、このメッセージ性で言いたいことを全部言って、水槽の原理はやっぱロックなんで、ロックという印象にしたかった、最終的な音源の印象で篠田にお願いしました。from 一人は大好きなんですけど、自分は限りなくロック、なんか篠田さんのギターがいるだけでその曲がロックになる気さえするというかそのぐらいオーラと勢いと全部持ってく力があるギターなんで、ギター篠田さんで、結果としてなんかジャンルに当てはめることのできない曲ができたかなと思っておりまして、でその辺の要素を MV にも落とし込みたかったというか、ハイパーポップっぽい
ニコニコ動画インターネットっぽいんだけど、全体の印象がすごく新しい。これもクリエイター陣が結構もう今のリリックビデオとかモーショングラフィックとかを使った MV だとかなりもう最先端を走ってるような3人組に今回チーム組んでお願いしたんですけど、すごい楽しんで作ってくれたなっていうのが伝わるし、作り込みが半端じゃないんで、早く見ていただきたいですねこのライナーノーツ難しいな。 MV 出てない曲の MV のこと喋るの難しいけど、MV 出てからまたもう一回ね聴いていただければよかったらと思います。4曲目リードミープロデュースドバイ拓井上。いやー、受けていただけた時めちゃくちゃ嬉しかったですね。普通の有名人や井野拓さんってやっぱ一回は井野拓さんのトラックに乗せてみたかったんで、今回それが実現してめちゃくちゃ嬉しかった。要望としてはクラブでしっかり使える歌物ドラムンベースにしたいです。 OK、 そういうの得意なんですね、じゃあ行きますみたいなミーティング15分ぐらいで終わったんだよね。でこのトラックいただいて、本当に最高やなってなって、2時間ぐらいで歌詞書いてワンコーラス歌詞書いてメロ書いて、マジでサラサラ出てきたな。だいたいどういう歌詞にしようかなっていうのを決めてたとこはあって、モノクロームでも許されないでも報酬系でもやってないことをやろうということで、自分の記憶の底から引っ張り出してきたまだ治ってない傷とか、まだ全然血が止まってない傷跡のことを書こう。報酬系とは違った形で正直なことを言おうって。あんまりね、今まで自分は音楽を制作していて自分のことを正直に書こうという動機が、そういうモチベが全くなかったのではずいんですよ普通に考えてみていただきたいんだが、自分が考えてることとか傷ついたことを思ってることを音楽にして世に出すってはずいからね身も蓋もないことを言うが、ただやっぱそういうことをしていくと共感してもらえる度合いも上がるのかなとは思ってて、ランタノイドの時にね、あれはもう赤裸々な自分のことを書いたりしてて、なんかランタノイドという曲は刺さってくれる人が多かったなと振り返って思ったので、そこまで同じことをしてもあれなんで、じゃあ今回はちょっとラブソングっぽくもあり、他の何にでも当てはめられそうでありな曲に仕上げようかなと。何より意識したのは報酬系の話に戻っちゃうんですけど、報酬系って自分初めてオートチューン、ケロケロボイスですね、俗に言うをサビで使ったんですよ。ガッチガチに補正して、これもちょっとラムコクへの音楽からヒントをもらって、ハイパーポップって結構みんなオートチューン使ってるんで、こうケロケロしたサビを作ったんですけど、どちらかといえばだから歌を楽器的にシンセみたいに使ったんですけど、このリードミーでは真逆のことをやろう。最近水槽って結構いろんなことをさせてもらってて、楽曲提供だったり、ライブに出たり DJ をやったり、もちろん作詞作曲編曲全部やってるわけですが、これやればやるほど、いろんなことをすればするほど自分の軸、全ての動機は歌だということに戻ってくるんです。例えば最近だと DJ だけとか一切マイク持たないこともあるし、楽曲提供もそうですよね。仮の歌は自分で歌うけど、水槽の歌はどこにも見当たらないわけで、完成した作品にそういう機会は本当に嬉しいし、自分はもともと歌だけをやってたのに、こうして歌以外で求めていただける音楽やっていける、すごく光栄、頑張ってきたなって思うんだけど、それら全ての原点にやっぱりボーカル、シンガー、どこまで行っても自分は全ての肩書きの先頭にシンガーとつけたいので、こうしてトラックを提供していただいたトラックメーカーさんに、日本を代表する第一線の拓井上というトラックメーカーにトラックをいただいた。自分がやっぱり一番得意と思えることってなんだろうって考えたら歌なんですよ、絶対に。
自分より歌が上手い人はもう5万といて、自分より声がいい人も5万といる、ファンが多い人もリスナーが多い人も大量にいるとしても、自分ができるスキル、持ち得るスキルの中で一番時間をかけて頑張ってきたのって何かって考えたら、それは歌なんです。どこまで行ってもきっとそう。作詞作曲編曲なんてほんと最近ですよ、自分の認識からしたらね。ここ数年とか。歌は人生ほとんどかけてやってきてるから、やってるっつってもずっと好きだっただけですけど、だからシンガーのトップライン、シンガーのメロディーを書こうと思っていて、1回目の告知の時に井野拓さんが水槽さんのメロディーがめちゃくちゃ刺さったって言ってくださって、やり取りの段階では全然そんなお褒めに預かったりはしてなくて、いい曲ですねみたいな感じでライトにこうやり取りをしてたんだけど、こんなにこう気に入っていただけてたんだってそこで初めて知って、その告知のツイートでその告知の投稿でめちゃくちゃ嬉しかったし、やろうとして自分のその試みた方向性が間違ってなかったことにも安堵したし、主にサビの頭、あれは歌う人が考えたなっていうメロディーを目指したんですけど、フェイクっぽいんですよね。だからフェイクって何かというと、いろんな曲の間で水槽のライブとかに来ていただいた方はわかるかもしれないけど、なんかこうなんつうの、はーみたいな適当なこう歌を入れる、特にその音源にはない歌を入れたりすることがよくあって、それをそのままメロディーにしたようなイメージですね、リードミーは。とにかく歌で自分にあるものでと思って書いたメロディーだったんで、ああやって言っていただけて本当に良かったなと思っております。トラックはね、ドラムンベースなのにこうカチッとした印象があんまりないというかね、トラックからすごく有機的、流動的だから、自分のこういうボーカルっぽいっていうメロディーにはまってくれる、自分がはめたんですけど、そうトラックがねまず送られてきて、ドラムンベースだけど有機的だなっていう印象を受けたから、じゃあこういうメロディーでいけるなという順序で作っていけた。 B メロにすごくキラキラしたギターが入ってますけど、あれも自分の要望で入れていただきまして、夢のような体験をさせてもらいましたね。で、驚愕のボーカルレック三島宗平 from シネマスタッフというなんで贅沢な、自分はねシネマスタッフというバンドの大ファンなんですけれども、今回そのベーシスト三島宗平さんにボーカルレコーディングをお願いしました。そもそもですね、他の3曲は自分で一人で撮ってて、逆に一人でしか撮れないんです。基本自分をその曲の中にこうどっぷり漬け込む、漬物みたいな言い方ですけど、浸りきらないといい歌が歌えなかったりする、曲によりますけどね。なのでこう結構暗めの曲をスタジオで撮ろうとすると全然ダメだったりとかがあるんですけど、リードミーはさっきも言った通り、こう自分の奥深くにあった感情のことをまた赤裸々に書くという形式で歌詞を書いたので、何回一人で録音しようとしても泣いちまうんですねなんか泣いちまって話になんなかったりとか、泣くまではいかずとももう感情が入りすぎちゃってて、そもそものメロディーが感情的なので、そこにさらにこうグッと感情を込めたりすると、なんかトラックとの釣り合いが取れなくなってきて、これあかんってなった時に、三島さん個人的にねたまに飲んだりとかさせてもらってて、ボーカルレック全然うちでできるよって言ってくださって、今しかない贅沢だけど今言ったれと思ってお願いをいたしました。やっぱね緊張するかなと思ったんだけど、すごいやりやすくしてくださって、テイク選びとかね、さっきのテイクと今回の歌どっちがいいですかねとかも手伝ってくださったりとか、すごい助けられて、三島さんなしではこの淡白な情感的な雰囲気は出なかったなと思います。 MV がめっちゃ久々のタッグ、薬屋
彼女は首都雑踏の全曲のビジュアルをやってくれてて、ただあれ2021年とかなんで3年ぶり、長い。でもずっとその間も仲良くて遊んだりとかしてたんだけど、3年あれば水槽は当時よりはいくらか上手に曲が作れるようになったし、薬屋も薬屋でものすごく進歩してて、ここでこうまた出会って一緒に映像が作れてすごく嬉しかったな自分は。女の子が歩いているのは首都高ですね。自分は高速道路の中で首都高だけが好きなのでなんで車に乗っていないかというと、水槽が免許を持っていないからです。自分の中でアイコニックな事象で、水槽って別に免許持っててもいいですよねもっと言うとピアスも開いてなくて、自分タトゥーも一個も開いてなくて、なんだろうな、客観視する上から俯瞰してる自分的には免許持っててピアス開いててタトゥー入ってていいなって。水槽ってでも別に全部違うんだ。そこはこう別になんか気に入ってるとかでもなんでもないんですけど、ただアイコニックだなと思ってて、そっからこう着想したというか、よくこう車の中でこう夜景が通り過ぎていく MV ってあると思うんですけど、ではなくて高速道路、自分の大好きな首都高を免許がないから歩くしかない、ここにどんな感情があるかとか後ろ姿だからわからないみたいな、それいくつもの説明不能な要素を折り重ねていきたかった、この曲には。でトラックだけを聴いた時にね、タック井上さんからもらったこう紫とか青とかそういう印象を受けたんですよ、まず。でも自分の歌を乗せて何度も聴いてるうちに、もっとアコースティックなんじゃないかというか、色として木とかさ、太陽とかなんかそういうもっと自然の熱を持った色合いがこう頭の中に浮かんでくるようになって、そこからリードミはオレンジになりました。てかね、今更ですけど、ランタノイドの時はネイビーとオレンジに絞って MV を4本作ったんですけど、今回は白と黒と何か差し色一色、モノクロームだったら水色、許されないでが緑、報酬系が黄色、そしてリードミーがオレンジになっておりましてですね、無機質なオレンジ、これは相反してていいなと思って、そういう要素も考えつつ動画はディレクションしていきました。さっきちらっと言いましたが、全曲ミックス by 時彩香、もう鉄板でございますね水槽の曲ほとんど 99% ぐらい時さんなので、もうほとんどなんか最近はディレクションとかはなくて、ただ今回ちょっと大変だったかもしれない。許されないではスルッとできたけど、報酬系がね音が多いし、印象としてはロックにしてください。でも歪んでるキックがボコボコなってるとか、こう展開とかじゃなくて、多分音色的にもすごい難しいデータを送っちゃったと思うんですけど、かつ初めてケロケロだったりとかね、いろんな要素があって、本人もキックがずっと歪んでたりとか、素材が基本的に歪んでいるみたいなギターもずっともう高音だし、歌もこう普段と違う取り方をしてたりとか、キックも普段と全然違う作り方を自分がしたので、でもなんかこういびつなものが美しい箱に入ってる感じになったんだよね、最終的に。いびつなゴツゴツしてて、なんか変なコードとかも出てる変な色の何かが綺麗なガラスケースに入ってるみたいなミックスになってて、このガラスケースはどうやって作ったのみたいな、そういうことがめっちゃ多いわ、トキさんのミックス。リードミーは多分彼女が一番輝くタイプの楽曲だったから、リードミーとか許されないでは多分トキさんっていう感じなんですけど、報酬系はすごかったな。なんかこの曲ってトキさんのミックスでどうなるんだろうって思ったんだけど、変なものが入った綺麗なガラスケースになりました未だにずっと楽しみだな、トキさんのミックスが届くのは。でマスタリングがね、松村学さん、彼ももうずっと首都雑踏から水槽のマスタリングをお願いしてるわけですが、そのガラスケースに入ったりしてるものたちを
もっと大きなガラスケースに入れる人ですね、マスタリングエンジニアっていうのは。ただ未だに自分はこうやって5年間違うわ、曲作り始めて4年とかですかね、ですけど未だにマスタリングがどういうことなのかは一切分かりませんすごいんです。とにかく1曲ごと1曲ずつ聴いたらバラバラな方向を向いてる音源たちを同じ方向に向けてラッピングする役割とでも言うんでしょうか。だから EP とシングルで厳密に言うと音が全然違います。ただ自分は聞き分けられる自信がないが、でも4曲通して聞くとマスタリングされてるってわかります。これは一体どういうメカニズムなのかしらんといつも思っておりますはい、ジャケットデザインがですね、上田丸子さん、祈願センサー限定版の方はイラストが工藤正史さんでデザインが上田丸子さん。もうずっと自分はこの半分盤面が見えるシリーズを続けたいと思っていますので、ただその中でも、毎回なんていうのかね、明確にイメージは違う。ランタノイドは結構工業製品感とか直線的なイメージだったのが、モノクロームは曲線的インダストリアルというわけのわからない要望、アパレルっぽさとかね出させてもらって、すごいいい感じのジャケットになっております。もう手に取っていただけた方いるかな。ありがとうございます。はい、今回のモノクローム EP もですね、4曲全く違ったやりたかったことを叶えることができて、すごく恵まれてるなと思います。それぞれの楽曲をそれぞれの事情で愛していただければと思います。ぜひよろしくお願いします。水槽でした。